はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月後半のエネルギーリーディングをさせていただきます。少し公開が遅くなってしまったんですけども、3月19日が新月ですので、その時がいいタイミングだと思って、3月19、20、21の動画を別でアップしてありますので、そちらもよかったら参考になさってください。ではいきますね。カニ座さんにとっての3月後半です。後半というか3月19日からのエネルギーね、いきます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。カップのクイーン、ワンドナイト、ペンタクルスの2、ワンドの7逆、女帝、カップ9逆、運命の輪の逆、はい、気をつけることや対策がソードの4とカップ6逆とオラクルは、はい、ワンドの9逆です。なるほど。なんだか本当に混ぜてる時にですね、とっても優しい気持ちになりました。カニ座の皆さんに向けてのはい、星で見た時に3月19日の新月っていうのはカニ座さんにとってはこう自分の意識を上げてくれるような、高みに登らせてくれるような、もっとこっちに行きたいとかあっちに行きたいとか、なんかとにかく意識が上がるようなイメージを持っていただくといいかなと思うんです。皆さんあると思うんですよ。でもあるけど多分かき消すじゃないですか。そんなこと思ったってなみたいな。でもここはのびのびとこう手放してほしい。あれもいいな、これもいいな、例えば海外旅行も行きたいなとかでもいいし、こんなことができる自分になりたいなみたいな、そういうのでもいいですし、いろんな人と関わりたいなとかでも何でもいいわけです。その意識がこれからの世界を開いてくれるよっていう感じがあるんですね。でさらに3月20日の春分の日以降はやっぱ社会が照らされてきます。非常に今もね別に悪いわけじゃないですよ。でもなんていうかこう責任とかこう今ある世界に対しての疑いを持ってみるみたいな感じが起こっている方も多いんじゃないかなと思うんですね。これまで積み上げてきたエネルギーの土星と溶かしていく、海洋していく、馴染んでいく、共鳴していくっていうエネルギーの海洋性というものが今カニ座さんにとっての社会にあるので、自分が今までやってきた世界や社会に対しての疑いが出てきたり、または卒業しようという気持ちになったり、またはもうこれまでの自分の無理なやり方というのはやめようってなったり、または理想だったものを形にしていく努力をしていったりっていうことで、何かこう社会に対しての見え方が変わっていく時なんですけど、それがこの3月19日に自分は決めたこととか願ったことのエネルギーが帯びてきて、そして3月20日以降っていうのはその世界がだんだんとこう見え始める、その世界に導かれていくみたいな感じです。そうなんかね、焦らなくていいよって感じがすごくしたんです。こうそっちの方向に向き合っていきたい方向が定まってくるよねみたいな感じがしたんです。はい、そしてですね、カードで見た時に、入り口がカップのクイーンですし、非常になんか今心が落ち着いて自分のやるべきことをやっている。ちょっと今の自分の立場はあまり良くないなと感じていたとしても、でも今自分がやるべきことはこれっていうことをよくなんか状況も自分も分かった上で自分のいいところを活かせないかなって思っているっていう感じがします。そして感性が非常にいいですね。この魚座の時代っていうかこう今太陽が魚座に入っていて19日は魚座で起こる新月なので、こういった魚座のエネルギーというのはとても繊細なこう波動というか私たちの感性がすごく現れるような感じがあるんですよね。なのでそれを非常にやっぱり水の星座である蟹座さんは感じてらっしゃるのかなっていうふうに思いました。そしてちょっとこれまで無理をしてやってきたこととか推し進めていたことに関しては少し緩めようみたいなね感じもあります。これまでもうまくやってきましたしね、2つのことを同時にやるとか調整しながらやってきたっていうのもあって、なのでとてもなんかあまり矛盾がないんです。ただこれ以上ずっと今の状況でやるのはちょっとしんどいなって感じがあって、もう少し何か状況をね変えていきたい、世界を変えていきたいという思いがあるんだなというふうに思います。でやっぱりこういうね温かいこう晴れやかな運気が来ると、人ってなんか別に何もしてなくてもなんとなく晴れやかになったりするんですよ。なのでいきなりここでやっぱり女帝っていうのが出てるので、
今の世界の中で、今の環境の中でやっぱり恵まれてるなとか、満たされてるなとか、ありがたいなって思うような嬉しいことがあるっていうふうに出てるんですね。とてもこれは豊かな感覚です。蟹座さんがそう感じるんですよ。自分が豊かだなって、ありがたいなとか、恵まれてるなって感じるような感覚になってるわけです、この春の訪れとともに。そしてその後カップの9に運命の輪っていうのは実はめちゃくちゃいいカードなんですけど、カップの9っていうのも想定外の喜びだし、何がどうなったって嬉しいハッピーだし、なおかつこっちは運命の輪っていうのもその扉が開かれますみたいな、新しい世界が展開しますみたいなチャンスが来るよっていう風なカードが出てるので、めちゃくちゃいいんですけど、まだ私から見ると逆なんですね。ということは少しゆっくり待ちましょうって感じがしました。オラクルもまだね、オラクルの一番強いメッセージっていうのがワンドの9の逆なので、これは準備をして待つみたいな感じなんです。今自分ができることをやって準備をして待つ、焦らなくていいよって、十分今やってることや今の自分で役に立ってますよみたいな、そんな感じのメッセージなんです。そして対策として言われているのもソードの4にね、カップの6の逆っていうのはまず休みましょうみたいな感じがあります。やっぱりゆっくり寝ないと人は動けないし、充電しないと思考も働かないし、エネルギーも湧いてこないので、まずはゆっくりしようということと、無理に推し進めなくてもちゃんと寝かすことによって熟成することも多々あるから、流れのままにちょっと保留にしても大丈夫だよみたいなエネルギーです。でその間に何が行われているかというと、自分の意識が変わってきますっていうふうに言われてるんですね。カップの6の逆っていうのは、古いものを終えて新しい未来に向けて意識が向かっていってるよっていうカードなんです。でちょうどこれ本当ぴったりなんですよね。3月19日の新月からここから先を見ていくっていう、そのぴったりのカードなので、何かここでも嬉しいことがありますし、なんか慌ててその喜びを感じきる前に先に行くっていうよりは、たっぷりとこの感覚、このありがたさ、今の自分っていうのを感じて、私ってこんなに持ってるなって、あるなって、それをどう使おうかなっていうふうに感じて、これから先のことを決めていくんだなと思います。なのでちゃんとこれは聖地になって喜びに変わってきてチャンスは開かれますから、ゆっくり待ってもいいのかなって思いましたね。別に今すぐやっても構わないんですよ。全然構わない。ただなんか動かなければならないというわけじゃないっていうメッセージを感じたんです。止まってたってちゃんとそれは訪れてくるし、自分でも体感できるから、無理に動かなくても自分の気持ちが晴れやかになるよみたいな、そんなメッセージでしたね。はい、ちょっとこれを踏まえてお仕事のことを見てみますね。仕事、鳳凰ですね。そしてペンタクルのページ、忍者ですね。お仕事ってしてみた時に、なんかね、静かに考えているっていうような感じの、カードが出てますね。こう人って何でもそうですけど、その職業自体がいいとか、今携わっているそのプロジェクトがどうこうっていうよりも、やっぱり自分の気持ちや目的がはっきりしてるかどうかによって、エネルギーも変わってくると思うんですよね。例えばやめたいのか続けたいのかわからないみたいな感じよりは、やめたいけどいついつまではもうお金のためにやるんですみたいな決める方がすっきりするみたいな、そんな感じで、今何のためにこの仕事をしているのか、この仕事に対してどう自分の気持ちを収めていいのか、なんかちょっと迷ってるっていう感じが、迷ってるってそんな混乱してるとかいう意味ではなく、静かに自分を振り返っているっていう感じです。そしてちゃんと振り返ることによって自分がやってる仕事に対しての価値っていうものも見てますね。ちゃんと持ってます。でもなんかもうちょっとこれを違う形で生かしたいみたいな思いがなんか芽生えてるのかなって感じがしますね。でもそれをどのように軌道を乗せていいかはちょっとまだわからない。でもなんか静かに考えて、自分にとって一番いい方法、落ち着く着地点を探しているって感じでしょうか。
そしてちょっと、人間関係見てみますね。人間関係は戦車、ワールド、ワンドの3ということで、人間関係ものすごくいいです。人と関わる方が活性するみたいですね。ここでも豊かなカード出てるんですけれども、その今の蟹座さんの感性って本当に人に受け入れられやすいっていうか、人にいい影響も与えるみたいだし、もし誰かに会いに行こうとかもっと関わろうと思っているのであれば全然関わってください。すごくいいことになりそう。やっぱり私はこの人と一緒にいるのがいいわとか好きだわとか、その人の人間関係を通して自分の世界が本当に色濃くなるから関わっていってください。そしてさらにその関わることによって自分の世界が広がる。なんか仕事につながるのかもしれないし、今後の自分の行く末というかそういうのに関係するみたいなので、とてもいいので遠慮なく人と関わっていってください。全然問題ない。そのままで大丈夫って感じ。もし人見知りですとかいう人がいたとしてもね、全然大丈夫。そのままでちゃんと伝わりますって感じがします。はい、ということなんですが、いかがでしょうか。何かヒントになりましたでしょうか。気づきがあったよとか分かったよっていう方はぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。それでは最後にもう一枚オラクルカードを引いていますが、ちょっとこのね前にも登場したリライアンスというフランス語で書かれたカードを引きますので、皆さんもこの絵柄で自分へのメッセージを感じてみてください。これかな。はい、このカードいかがでしょうか。皆さんも受け取ってくださいね。はい、ということでありがとうございました。ぜひ素敵な時間をお過ごしください。失礼します。